여러분 안녕하세요. 카요입니다. 先日帰国の動画を出したばっかりなんですけれども、実際には今年の2023年6月に1ヶ月間韓国のソウルに語学留学をしたわけなんですけれども、もう3ヶ月ぐらい経っちゃって、はい、まずは、皆さんにお礼を言わせてください。もう本当にありがとうございました。動画作りも今回初めてだったので、スマホとかの画質ですとか、撮影技術もう本当に初級者で見づらい場面がいっぱいあったかと思うんですけれども、本当に当初は10人20人見てくれたらいいかなって思ってたんですけど、もう予想以上に多くの方に見ていただいて、で応援ですとか励まし、あとご意見なども、コメントをいただいたりとかして、本当にもうおかげさまで無事に留学を終えることができました。でもわざわざ時間を割いて私の動画を見てくださっている方がいらっしゃるっていうことで、もうその勉強の方も動画を作るっていうことも頑張ることができました。なのでもう皆様のおかげです。本当にありがとうございます。でこの韓国語の勉強にしても今回の動画作りにしても、私はもともと南国育ちなので本当にのんびり屋さんなんですよ。で生毛癖もあるし、で自分を追い込まないとこう動けないタイプなので、だから、韓国語を勉強するっていうのも独学でなんとかやってましたけど、なかなかこうちゃんと勉強らしい勉強はしてなかったので、その現地に行くってことで自分を追い込んでなんとか進めることができました。でこうやって動画で皆様が見てくださるっていう状況を利用してなんとかできることができました。本当に感謝してます。参考になったとか、勇気が出ました、私もこれから留学しますとかっていう声もちらほらいただけて本当に嬉しかったです。あとは同年代ですとか、今留学中ですとか、今まで留学したことがありました、なんか懐かしいですとかいう話もね聞けてすごい嬉しかったです。はい、でやっぱりやりたいことをやりたい時にできるっていうのがすごくいいことだと思うんですね。なので皆様がどんどん楽しいことを体験していただけるようになるといいなって思います。はい、でもまだまだ自分には勇気がないですとか、海外に行くのは怖い、あとはまだまだ喋る自信がないですとか、そういった方々にも少しでも勇気が出せるように、小さい一歩を踏み出せるようにちょっと私も工夫したいなって思ってるので、動画の最後にお知らせがあるので、そこまでご覧ください。はい、で今回の留学の感想なんですけれども、たくさんありすぎて何から話そうか迷うんですが、まず行った時期が6月だったっていうことで、初夏でね、もう寒くもなく少しずつ暑くなり始めたぐらいの頃で、服装とかも本当に T シャツとジーンズと、あとスカート何着かずつぐらい持っていく感じで、荷物も少なくて軽くて済んだんですよね。で梅雨も始まる前だったので傘持って行ったんですけど、あまり使うことがなくて本当に恵まれてました。はい、で、持って行ってよかったものなんですけど、あと準備しててよかったって思ったのはやっぱりワオパスですね。前の動画でもちょっとご紹介したんですけど、本当に私数字が本当に苦手なんですよ。でお金の計算って本当にもう地獄でワオパスの場合は交通
カードも一緒になってるので、電車とかバスとかも別々でこう入金しないといけないんですけど、それでもこの1枚で全部OK だったので、すごい助かりましたね。あとは SIM ですね。海外 SIM すごい便利ですね。以前海外旅行行った時は何でしたっけ、 Wi-Fi ルーターをレンタルして行ったんですよね。結構高かったし、あと重くて結構ね、ちょっと荷物になって面倒だなって思ってたので、変換するのにちょっと手間取りましたけど、それもすごいいい勉強になりましたね。はい。あとは持って行ってよかったのはやっぱ折りたたみ傘ですね。で、私普段は傘使わないんですよ。持ってても外出するときは車だし、南国の人ってちょっとぐらい雨降ったぐらいじゃ傘ささないんですよ。すぐ乾くからはい。なのであんま傘使わないたちなんですけど、一応持って行ってよかったかなって思います。あとはイヤホンと本ですね。やっぱりイヤホンは持ってってよかったです。どうしても部屋がすごい隣同士で音が結構聞こえちゃうので、自分が集中したい時とか、あと音楽聴きたい時はイヤホンして静かにしたりしてました。はい。あとは本ですね。念のためにと思って一冊持ってって、やっぱ飛行機の中ですとか少し読んだりとかしてよかったです。あんまりスマホばっかりいじってるのも目が疲れやすいかったりとかするので、本も一冊ちっちゃめの本だったら持ってってもいいかなと思います。で、持っていくかどうか悩んだ末に持っていかなかったものがハンガーですね。で、実際ゲストハウス行ってみたらいっぱいハンガーあったので持ってこなくてよかったと思いましたね。あとは、動画でもお伝えしてましたけど、シャンプー、コンディショナー、そういうのはもう備え付けであったので、ホテルみたいに。なので私の場合は持っていかなくてもよかったなって思ってます。あとドライヤーもそうですね。ドライヤー長期で住まれる方は自分のものを買った方がいいかなとは思うんですけど、ドライヤーはもう絶対必要だったら韓国で買えばいいやと思って持っていかなかったんですけど、部屋についてたので助かりました。はい。あとお薬なんですけど、お薬は、体調によって必要な方は持ってった方がいいと思います。海外の薬って合わない人もいるので、私の場合は普段から薬飲まない人なので、正直持っていくことすら忘れてました。で、意外と大丈夫でした。で、持っていけばよかったって思ったのがカミソリですね。シェーバー、顔のおひげじゃなくて、男性は絶対ね必要かと思うんですけど、女の人は足の毛剃る場合は1個持ってった方がいいかと思います。私忘れてて、でスカート履きたいなって思った日にやば、足の毛ボーボーじゃんとか思ってで、結局その日はスカート履かずにダイソーで探したんですけど、シェーバー買ったつもりが間違って角質取りを買っちゃって、お金無駄にして、でまた別の日に買い直したっていう。で、結局日本に帰ってきたら日本にもあるのでシェーバーが余分に増えたっていうね、そういうことです。はい。ボディタオルも使う人は持ってってもいいかと思います。あんま荷物にもならないし、現地で買ったっていいんですけどね。あとは、携帯の充電器がある方は持ってった方がいいと思います。私はもうそういうことに全然無頓着で
持っていかなかったんですよね。そしたらやっぱり動画を撮ったりするのにすごいバッテリーが足りないってことで諦めたことも何回かあったので、ある方は余分に持ってった方がいいですね。はい、で韓国語の学習の方なんですけど、会話の練習っていうのがやっぱり留学生の場合、現地にお友達とか知り合いがいない限り、クラスメートとかあと学校の先生と話しするぐらいしか練習する場がないかと思うんですよ。あとはお店に行って買い物した時に本当に一言二言喋るぐらいしかないんですよね。だから積極的にいろんな人と喋るように、した方がいいかと思います。で、私の場合はゲストハウスのオーナーさんがこう入り口のところとかこう作業してる時に私がこう通りかかったりとかすると、もう必ず声をかけてくれて、また私が友達とカフェで勉強しに行く時とかもオディカセよとかいろいろ一言二言話しかけてすごい練習してくださったりとか、私が来た時もそうだったんですけど、他の新しくゲストが来た時にベランダバルコニーがあるんですけど、ちょっとお酒飲みながらお話ししようとか言って誘ってくれて、 1,2 回ぐらいですかね、ちっちゃいパーティーっていうほどでもないんですけど、フェイシカットンにちょっと集まっておしゃべりして、マッコリ何種類も買ってきてくれて、で飲んだりとかしました。おしゃべりしながら、でその時にいろいろ会話もできて練習もできてすごい良かったですね。読み書きの方はですね、もともとすごい苦手で、クラスで先生が本当にこう次から次にこの文法の例文をじゃんじゃん書くんですよね。でも私最初は追いつかなくて書ききれなかったりとかしてたんですけど、やっぱ毎日やってると書くスピードだったり、あとこのパターンが読めてくると、これは後で自分で書けばいいやっていうのが分かってきて、で重要なとこだけバーって書き写したりとかして、なので、読むのと書き写すのは断然早くなりました。1ヶ月でも、はい、毎日やったので。なので今だと、ドラマを見るときにハングル表記にしたときに結構以前よりも読みやすくなりました。以前はやっぱり止めてでないと読めなかったのが、今はこう流したまんまでもだいぶ読めるようになりました。あといろいろ行ってみて初めて知ったこととか、いろいろびっくりしたことについてなんですけど、YouTube とかの合間の広告あるじゃないですか。やっぱりあれが韓国の広告が出て一番最初はやっぱりびっくりしましたね。普通に日本のYouTube を見てたら途中からコマーシャルが出てきて、韓国のコマーシャルだったのでちょっと感激しましたはい。で、大好きな韓国ドラマなんですけど、私は、何年か前からネットフリックスをのヘビーユーザーでして、毎日韓国ドラマ見てるんですけど、日本で放送しているのと韓国で放送しているのが少し違うみたいで、私が日本で見てる途中だったのが韓国行ったら放送されてなくて、で逆に日本ではまだ放送されていないものが韓国では放送されていたりとかして、でなのでこの1ヶ月の間に、日本で放送される前にホテルデルーナ、日本では多分違う、ネットフリックスではなくて何でしたっ
何か別の UNEXT とかなんか Amazon プライムかわかんないんですけど、そっちでは放送されてたみたいなんですけど、Netflix ではまだだったんですよ。でそれを、韓国で先に見ました。でも字幕が全部韓国語だったんですよね。で日本語に変換することができなくて、しょうがない、もう韓国語のまんま見ようと思って頑張って見て、でわからない言葉が出てきた時は止めて、で翻訳機で一個一個単語を翻訳してなんとか見ました。あとはチョリンワンフがもうすごい面白かったです。はい、あれがもう一度、日本で放送されることになったらちゃんと日本語の字幕でもう一回見ようと思ってます。すっごいああいうタイムトラベル的なタイムトリップとかちょっとファンタジーっぽいストーリー大好きなんですよ私。過去生が出てきたりとか、あとシークレットガーデンみたいに魂が入れ替わったりとかなので、冠婚とかもすごい面白くて、最高にお気に入りのドラマです。はい、最初にお伝えしたお知らせなんですけれども、この私の動画を見てくださっている皆様お一人お一人と話がしたいなってコメントをくださる方々のその事情が皆さん一人一人違ってて面白いなと思って、もっと知りたいなと思ったんですよ。なのでもしお話ししたいなっていう方がいらっしゃいましたら、Zoom で1対1で、お一人30分ぐらいずつお話できたらなって思ってます。で、とりあえず、今年2023年の10月いっぱいまで、もしかすると途中で打ち切るかもしれないんですけど、お一人様1回ということでお願いします。で、その内容はですね、まず韓国留学をしている方、もしくは、韓国じゃなくても海外別の日本に留学したことがある韓国の方、もしくは別の外国の方、今留学中ですよという方と、以前留学したことがある方ですね、その経験談教えていただけたら嬉しいです。はい、あなたが行った場所ですとか、その期間いつからいつまでとか、どういう感じだったかっていうのを教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、コメントの中でね、現在留学中ですっていう方もいらっしゃったので、しかも私よりも年齢が上の方もいて、すごい刺激になりました。とても素晴らしいなと思ったんですよ。あと留学じゃなくても旅行が好きで韓国に何回も行ってますとか、逆に韓国の方で日本に旅行に来たことがありますとか、もう海外旅行とにかく好きでいろんな国に行ってます、行ったことがあるとかね、そういうお話も結構大好きなのでできたらなと思います。で、次がですね、韓国語勉強中の方、日本人でも、日本人じゃない方でも韓国語を勉強している方いらっしゃいましたら、私とナランカッチヨンス走れよはい。で、逆に日本語を勉強している韓国の方、もしくは日本以外の方、私と日本語の練習してみるのはいかがですか。はい、もし以前留学したことがあって今もう韓国に戻っているっていう方で、周りに日本人が少ない場合、あんまり日本語を、ね、せっかく習ったのに話しする機会がない場合もあるんじゃないかなって思います。なので、私と
日本語を話してみませんか？はい、日本語だったら私ね、自信があるので。で、留学やりたいんだけど、なんかまだまた夢みたいな、でも憧れてるっていう方ですね。そういう方、何に引っかかってますか？年齢ですか？お金ですか？それともまだ語学に自信がないから行けないとか、あとは海外に行くこと自体が怖いっていう方、はい、私もですね、未だに恐れとか不安がもう本当にいっぱいなんですよ。特にこの動画を撮ること自体すごいもう恐怖でしかなかったんですけど、特に顔出しをするので、若い人たちがいっぱい出てる中で、こんな50代のおばさん誰が見るんだとかって思ってたんですけど、意外と参考にしてくださる方がいたりとかして、あとは勇気が出ましたっていうお話も聞くので、やっぱりやってよかったなって思います。本当に未だに本当に怖いです、正直。でもそうやって本当にちっちゃい一歩を前に進むことで、なんか何ですかね、成し遂げたっていう充実感とか得られるので、そういう恐れを少しでも克服して前に進む、そういうマインドの、持ち方ですとか変え方、そういうところを私がアドバイスできるところがあればアドバイスしたいなと思ってます。はい、もうアリンコの一歩、1ミリでも前進、そんな感じで私も毎日少しずつですけど進めてます。はい、なので、あなたもできるところから始めましょう。はい、ということで、はい、概要欄にお申し込みフォームを、載せますので、そちらからお話ししてみたいっていう方がいらっしゃいましたらお申し込みください。はい、お話できるのを楽しみにしてます。よろしくお願いします。그러면 안녕.